はい、バッテリー交換します。使用期間はちょうど3年です。49,000キロ走行。新車から一度も交換してない状態です。電圧は 11.4V 前後。正しいバッテリー交換時期はいつなのか、目安を知っておきましょう。電圧の数値で判断します。正常な値は 12.5V 以上。交換しなくても問題ないです。続きまして 11.5V から 12V。劣化が始まっている状態です。この数値が難しい判断なんですが、心配な方は交換してもいいかなと思います。続きまして、既得状態。11.5V 以下になると、いつ五輪中になってもおかしくない数値です。すぐに買い替えた方が無難です。ドラレコ、外部アンプ、伝送系、後付け車両は電力消費が多いので早めに交換です。このチャンネルでは誰かの役に立つ車に関するちょっとマニアックな動画も配信しております。チャンネル登録まだの方はぜひ登録お願いいたします。コメントもお待ちしております。2021年12月の某日からメーカーは大幅値上げをします。半導体不足の影響なのか、原油の高騰が影響なのかわかりませんが、2022年からは確実にバッテリーは高くなるので、買い替え必要な方は速攻ポチりましょう。バッテリーについてお勉強します。一般的な実規格です。左から60の数字は数字が大きいほど性能がいい。次に B の文字。バッテリーのサイズ、単側面、幅と高さ。B の隣の19は長側面、長さです。最後に R、端子の位置が右か左かです。星マークがある低排出。燃費基準パーセント達成。このステッカーが貼ってある車が充電制御車です。楽天で購入したパナソニックのカオスバッテリー。送料税込みで4580円で注文から翌々日に届きました。早い、安い、うまいの吉牛みたいですね。それでは交換作業していきます。カーメイトのメモリーキーパー。こちらはナビや時計、パワーウィンドウなど設定をバックアップするツールです。なくてもバッテリーは交換できます。ちなみにこの車は手動ウィンドウなので、己の脳みそでバックアップします。電池は別売りです。ダイソーで買った単4 6本入りを使用します。OBD に挿す前にエンジンも ACC も切っておきます。どの車も OBD は運転席の右下あたりにあります。撮影のためカバーが邪魔で見えないので外します。カバーはめたままでも挿すことはできます。この車では OBD の差し込みはここにあります。メモリーキーパーを挿します。ランプの点灯を確認。約3分待ちます。カップラーメンと一緒ですね。今回は軽バンの DR17V の交換ですが、どんな車でもガソリン車は同じような交換方法です。2つの 10mm のナットで接続してあるだけです。それとバッテリーを固定するステーです。ナットを緩めるだけなので、小さいモンキー1つあれば十分です。外し方は必ずマイナスから外します。プラスから外そうとすると火花が出てショートや感電なんて事故につながるので注意です。怪我の防止にもなります。マイナス端子を外したらプラス端子を外します。固定しているステを外します。これでバッテリーは取り出すことができます。新品バッテリーを投入。端子についているキャップを外します。ステを取り付けます。バッテリーを取り付けるときは外したときの逆の手順です。プラスからつけます。次にマイナス。これも覚えておきましょう。取り付けはこれで完了です。新品のバッテリーを測ってみます。12.78V です。正常値になりました。新品バッテリーと外したバッテリーの大きさは同じです。違うのは性能ランクだけです。カオスは60、純正は38です。ランク性能に違いがあるのか検証してみます。比較してみました。オーディオの音が良くなるとのことなので検証です。同じ曲、同じ音量で外部アンプの音圧を見てみます。はい、変わりません。
音質が変わるらしいのですが、アイドリングストップ車じゃないので違いが感じられませんでした。ライブ会場のような臨場感と書いてあります。そのように思い込みたいと思います。次にヘッドライトですね。ライトはハロゲンです。明るくなるらしいのですが、これもまた違いがよくわかりません。これも明るくなったと思い込みます。個人的な感想ですのでね、私はきっと鈍感なのでしょう。それではまとめです。バッテリー電圧は 11.5V 以下になったら交換。交換する際、外すときはマイナスから、つけるときはプラスから。覚えておくと一生もんです。メーカーの売り文句に洗脳されることも必要ですね。今回バッテリー交換にかかった費用は、カオスバッテリーが4580円、メモリーバックアップが1980円、乾電池が110円、合計で6670円。詳細は概要欄にリンク貼っておきます。DIY で交換すると安いですね。カー用品店やディーラーでバッテリー交換をすると、びっくりするような金額です。バッテリーを自分で交換して浮いたお金で美味しいものを食べたり趣味に回した方がお得ですね。作業時間は10分くらいの手間なので面倒くさがらずにやることをお勧めします。それから不要になった廃バッテリーの処分はその辺に捨ててはダメですよ。この令和の時代にそんな人はいないと思いますが、不法投棄になりますのでね、怒られてしまうどころではなくなります。知っていると思いますが、法律で罰則に処されます。個人の場合5年以下の懲役、法人の場合3億円以下の罰金。ですので、バッテリーも資源ゴミなので、リサイクルショップや無料回収業者では無料で引き取ってもらえる業者が多いです。ちなみに私はリサイクルショップに引き取ってもらいました。バッテリーとついでに廃タイヤも無料で差し上げました。業者の中には数百円で買い取りしてもらえるところもあるので、業者に交渉してみてもいいと思います。パパレモンガレージでは新品のバッテリーに交換して不安なく快適にカーライフを過ごせるように願っております。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまたお会いしましょう。